こんにちは、なすいです。今日は12月の購入品を紹介していこうと思います。12月、今月は結構秋冬なのにカラフルなアイテムとか可愛いちょっとポップなアイテムに挑戦することがかなり多くて、それを早速今から紹介していこうと思います。はい、まず1つ目がこちらになります。こちらは、LA ファームっていうアムステルダムのブランドですね。インスタとかも見てもらったら分かる通り、結構なんかポップなんだけど世界観がすごいかっこいいブランドで、僕はこのキャップめちゃめちゃ最近イベントとかでよくポップな感じとクラシックな感じを混ぜて使うのがかなり好きで、例えば最近買った、後で紹介するんですけど、アーミージャケットと合わせたりとか、ジャケットテスターコートと合わせたりとか、なんか頭だけド派手にして外すっていうコーデがかなり好きで、最近はよく使ってます。めっちゃ可愛いよね。フリマのポスター作る時の写真でもこれ使ったかな。カラーリングとあとデザイン、ハットの形がすごい僕らしい感じのアイテムだなと思って最近めちゃめちゃ被ってます。一発目に紹介しました。で、2つ目なんですけど、早速いくとこれですね。今ここにつけてるリングなんですけど、これも LA ファムって書いてあるんですけど、このブランドです。いや、このリングもめっちゃぷっくりしててキャッチーというか、すごい綺麗な青色ですね。こんな感じのリングです。最近リングはねあんまりつけてなかったんだけど、これは久しぶりにつけてますね。でもやっぱリングね、なんか可愛いけどあんま使わない。個人的にはちょっと指疲れちゃうし、でもこれ確か緑色もあるからリングとか好きな人はすごいおすすめ。すごいピントがめっちゃ綺麗はい、ということでLA ファムのリングとキャップでした。はい、2つ目なんですけど、キャップ今入れ替えたんですけど、こちらですね。ちょっと見たことある人もいるかもしれないけど、 YesIC っていうソウル、韓国のブランドですね。で、これは結構ね最近、最近って言っても多分2017年とか2020年よりちょっと前ぐらいのブランドなんですけど、かなり最近日本で流行ってきてるかなと思います。で、結構なんか、ウィメンズ、女の子を中心に流行ってる感じのイメージがある韓国のブランドですね。で、これは最近フリマをやったんですけど、その時に野口くん友達にもらいました。だから購入品ではないんですけど、でもらって、でこれはね結構ねなんて言うんだろうな、僕やっぱ被り物すごい好きだから、こんな感じのめっちゃ真っピンク、すごいギャルっぽい感じのメッシュキャップなんですけど、こんなのでも冬はちょっとねなんか難しいかなと思うんだけど、僕はちょっと来年の春夏あたりにすごい夏らしい感じのコーデをする時に使いたいなと思います。本当なんかビビッドな蛍光ピンクですごいド派手な、ギャルがかぶってそうな感じのキャップですね。はい、ということで3つ目は YesIC でした。で、ここからどんどんキャップいくんですけど、もう一つはこちらです。はい、これは下北ディグでディグったキャップになるんですけど、 UCLA ブルーインズっていうアメリカの、結構名門らしいんですけど、そこの大学のアパレルグッズみたいな感じで、下北のセカストにちょうどウィンターセールで行った時に購入しました。こんな感じの、なんて言うんだろうな、ちょっとなんかこう形がこうカクカクっと角が立ってる感じのキャップが持ってなくて、で結構ポップな感じの、ホワイトなキャップが欲しかったので、これ見た瞬間結構これ欲しいってなって購入しましたね。で、セカストウィークって 20% オフなんだけど、こういうキャップとかは別に割引になってないから、でもそれでもすごい欲しいと思って購入しました。こんな感じです。で、今は自分の缶バッジをちょっとこの黄色と合わせてつけてます。こんな感じで。これも可愛いよね。さっき言ったように頭だけキャッチーな感じとか可愛い感じで外すのが個人的にかなり好きなので、これはめちゃめちゃ、最近使ってますね。特に今すごい、最近ここのもうレザージャケットよく着るから、もう椅子にかけてるんだけど、こんな感じで冬とかは結構がっつりレザージャケットとか着ちゃったらもうそれ一色になっちゃうので、そういう時にこう頭外すだけでかなりちょっと可愛い感じのおしゃれなコーデになるので、やっぱりキャップとかビーニーはすごい大事ですね。秋冬も、キャップって結構夏のイメージとかが多いと思うんですけど、僕はやっぱヘッドアイテム、ヘッドギアはもう年中めちゃめちゃ使います。ほら、これだけですごい可愛くなる。髪伸びてきたな。ということで4つ目はアメリカの大学の
アパレルグッズでした。はい、ということで次のヘッドギアなんですけど、こちらです。はい、こちらはですね、友達のガンちゃんトウヤに誕生日プレゼントでもらった、これも確かねナイスゴーストクラブっていう、これも韓国のブランドですね。で結構ね、僕 B2 とかすごい好きなんで、俺よりナスイの方が多分似合うと思うって言ってくれました。最近こんな感じの結構ちょっとなんていうの、いかつめちょっとギラギラした感じの B2 は自分でチャレンジしてなかったんで、最近結構キャッチーなポップな感じのアイテムがかなり好きだったので、どちらかというとクラシックのアイテムか、すごい最初に紹介したようなこんな感じの可愛らしいキャップとかをすごい集めてたんで、久しぶりにちょっと新鮮な感じの B2 をもらってめちゃめちゃお気に入りです。やっぱ白のアイテムなんか多いな今月。この B2 多分ね、僕マジで被り物めちゃくちゃ似合う顔してるんで、これも超似合ってます自分で言うのもおかしいけど、小さい頃からねすごい被り物系はなんか家族の中でもダントツで似合うみたいな感じのキャラでしたね。はい、こんな感じで上からフードかぶってもすごい可愛いかなと思います。はい、ということで次いきます。次は多分小物最後かな。はい、小物最後ですね。こちらです。はい、アイウェアですね。でブランドがブランクっていう日本のアイウェアブランドです。こんな感じ。こっち側がフレームになってて、先端が後ろが金属になってるんで、こうなんて言うんだろうな、例えばちょうど今みたいに B2 かぶってる時とか、僕が今使ってるメガネがこのアイバンのメガネなんですけど、これも後ろの方が細くなってるんですけど、 B2 とかヘッドホンとかキャップとかかぶる時にこの細いことによってかけた時のかけ心地がめちゃめちゃこう圧迫感が少なくて済むので、冬とかこういう僕みたいな被り物とか多い人はかなり使いやすい、めちゃめちゃフィットするメガネで、高円寺のセカストディグ、下北のセカストディグでもちょっと言ってたんだけど、高円寺のセカストで見つけたオーバル型のメガネ買うのをやめたんですけど、結局こっちにしました。で結構ね、去年ぐらいからかな、オーバル型はミウミウのやつがめちゃくちゃ流行ってて欲しかったんですけど、こういいタイミングがあったのでブランクのこのオーバル型のメガネにしました。結構ねちょっとなんて言うんだろうな、ナードに見えるんだけど、ここの横がねかなりメタリックになっててすごいかっこいいアイテムですね。2012年ぐらいからある日本のブランドで、ブランクっていうのはフランス語でホワイト、白っていう意味らしくて、こういう感じのシンプルで洗練されたデザインのメガネアイテムが多いので、白っていう色のようにどんな色でもどんなファッションでもどんな人でも馴染むようなメガネをコンセプトにしてる日本のメガネブランドです。オーバル型は初めて試したんですけど、結構個人的には可愛いかなと思います。ちょっとナードな雰囲気出せるんで、こんな感じでキャップかぶったりとか、あと一番最初の LA ファムのキャップとかかぶってもすごい可愛いかなと思います。で見てもらったらわかるけどね、マジで作りが綺麗でめちゃくちゃかっこいい。これは多分型かな、 B0044_MT っていう商品です。ここにロゴが彫ってあります。はい、こんな感じでした。小物は一通り紹介したので、次はジャケットから紹介していくんですけど、1つ目はもうこれずっと今着てたんですけど、こちらですね。こちらはこれも日本のブランドなんですけど、サブレーションズっていうブランドのアイテム、フーディーになります。で生地感がこれ面白くて、シルクとリネンの生地ですね。だからめちゃくちゃ上質な生地なんだけど、ちょっとねガーゼっぽい感じのアイテムっていうか生地感です。で色味が、この今着てるトップスが J レッドロンドンのロンティーなんだけど、こっちが白で、どっちかというとちょっとくすみがかったような感じのクリームっぽい感じのホワイトですね。でガーゼとリネンで、あえてこういう毛羽立ちを作ってる感じのアイテムで、こういうとこわざとあえて切りっぱなしにしてるので、すごいなんかカジュアルに着れる感じのアイテムですね。でね、もう一個特徴があって、この後ろにボタンがついてるの見えるかな。後ろにボタンがついてるんだけど、これを外して使うこともできます。結構ねこれもねレザーのジャケット、ちょうど今後ろにあるやつとか、あとコートとかのインナーに着てもいいし、ボタンを全部外すとこんな感じで開くので、ちょっとスタイリングの幅が広がりますね。こんな感じです。後ろから見るとこういう感じで開くから、ジャケットの中に着てちょっと外に出したりとか、これ展示会で受注したんですけど、展示会の時ねちょっとなんか
こんな感じで後ろにあるフーディーを前に持ってきて前で止めたりとか、こんな感じでちょっとね面白い使い方もできるかなっていうのは今思ってますこういうスタイリング、なんかちょっとシャツが重なってるようなデザインでも、これは後ろのフーディーを先開いて前に持ってきて閉じてるだけなんだけど、なんかこういう使い方も面白いよね。やっぱこういうギミックがあるアイテムはすごいなんか自分で自由にファッションを楽しめるので、個人的にはすごい好きですね。ということで、今月はフーディーが3つあるので次々と紹介していきます。続いてのフーディーがこちらにあります。でれん。はい、ひろきつづきっていうブランドのフーディーですね。これもめちゃめちゃポップ。なんか今月はマジでポップなアイテムが多い。ひろきつづきっていうブランドは、四千頭身の都築さんがやってるブランドですね。で、こんな感じのちょっと古着っぽい感じのバッジとかボタンをたくさんつけてるアイテムになります。で、色がね確かね3色ぐらいあったんですけど、僕はこの一番攻めてる黄色にしました。こんな感じです。でね、ここが面白くて、ちょっとフーディーの部分に裏地にチェックの生地が使ってあるので、かぶった時とかちょっとチラッと見えるのも面白いですね。で、ここのボタンもこれはねなんか春すごい使えると思うんだけど、今の時期でもアウターからフードだけ出した時にすごい可愛らしい色が見えるのと、フーディーってこう後ろから見た時に色が出てると思うけど、このフーディーは前から見た時も赤のチェックの柄が見えるので、そこがすごい他のフーディーとはちょっと変わったデザインですね。こんな感じです。で、一応ダブルジップになってて、丈は少し短めですね。はい、ということで2つ目のフーディーでした。ということで次のフーディーこちらになります。はい、さすがにこれはもうまだ買ったばっかりというか、もう買ってまだ4日ぐらいしか経ってないんですけど、これももう動画で紹介してるんですけど、シュプリームとナンバーナインのコラボになります。このフーディーねあんまりなんか人気なかったっぽいんだけど、多分どうだろうな、なんか動画でも言ったんだけど、元デザイナーが関与してないので本当に好きな人たちは多分買ってないと思うんだけど、僕は正直ナンバーナインとかは世代じゃないって言ったらおかしいけど、自分がめっちゃファッション好きになった時にはほとんどやってなかったブランドなので、あんまりその思い入れは特にないので、普通にかっこいいなと思って買いました。で、本当にかっこいい、めちゃめちゃ。で、あとこの12月の時期は自分の誕生日もあって、攻めたデザインというかかっこいいなと思ったらちょっと高めのものでも購入するようにしてるので購入しましたね。で、去年はシュプリームとヒステリックグラマーのコラボのフーディーを買ったんですけど、今年はこれを買いました。1年ぶりのシュプリームですね。フーディーって言ったんですけど、どっちかというとフランネルシャツがメインで、フーデッドフランネルシャツですね。だから生地感とかはこんな感じのコットンのちょっと厚めの起毛感のある生地で、このナンバーナインのドクロがたくさんついてる感じので、それにフーディーがついてる感じ。はい、これも結局このレザージャケットが一番何でも合うんだけど、カフェに行った時にその時のコーデがこんな感じです。めちゃかっこよくない？このフランネルチェックシャツはちょっと難しいアイテムかなって個人的には思うんですけど、でもそういうなんか難しいアイテムもやっぱかっこいいと思ったら、いろんな挑戦というかコーデの挑戦をしていって、かっこいいと思ったアイテムでいろんなジャンルのスタイリングとかコーデを組むことによって自分のスタイリング力とか、ファッション好きな気持ちというのもどんどん高まると思うので、ちょっとなんかこれフリマの時も何人か 2,3 人2人ぐらいいて、めっちゃ欲しいけど何と合わせたらいいか分かんないみたいな感じで結局買わなかった人いるんですけど、それもいいと思うんですけど、僕は結構そういう時になんかこう自分でチャレンジして、そこから自分の家に帰って一回持ち帰っていろんなコーデと合わせてみて、自分の新しいジャンルを発見したり、自分の好きなコーデの組み方とか自分のタイプ、こんな感じのコーデを組むのがすごい好きだって気づくきっかけにもなるので、僕も時々挑戦するようにしてますね。これはちょっと挑戦したアイテムです。で、正直今月25歳になってちょっとファッションは落ち着いてくると思ってたんですけど、今月はたまたまポップなアイテムが多いんですけど、今後ちょっとずつシンプルな感じのコーデには20後半になったらなってくると思うんですけど、それはちょっと買う前に考えたけど、いやもういっちゃえと思ってこれは購入しました。はい、ということで一回休憩。はい、ということでラスト3つですね。で、ここにちょっともう置いてるんで見えてたかもしれないんですけど、まず1つ目がこちらになります。はい、
カルバンクラインのブーツカットのデニムパンツです。でカラーがちょっとブラウンで可愛い感じのカラーですね。ちょっと秋冬っぽい感じのカラーで、最近ね結構先月とか2ヶ月前ぐらい細いパンツ集めてたんですけど、割とねスキニーまだ難しいなって思ったので、僕はちょっとワイドとスキニーの間ぐらいの少しフレアなブーツカットのデニムにしました。こんな感じで、これ履いた時ねめっちゃ形が綺麗で、原宿の最近オープンしたカルバンクラインで試着して、それで履いた瞬間もうこれにしようと思って、もともと僕の好きな色が茶色っていうのもあるんですけど、プラスそれで久しぶりにブーツフレアのパンツをゲットしました。これ見やすいかな。こんな感じ。履いてる動画はこんな感じです。はい。でここねちょっとね当たりというか色が出てて、この色落ち加減とかもちょっとヴィンテージライクな加工がしてありますね。形がめちゃめちゃ綺麗なのと、あと色が秋っぽくて僕の好きな茶色だしいいなと思ってこれにしました。久しぶりかな、カルバンクラインは。最近はバッグを買ってからあんまり買ってなかったんですけど、こちらです。カルバンクラインのブーツカットデニムでした。でラストのパンツがこちらです。はい、これも下北ディグでディグったアイテムなんですけど、ウールのスラックスですね。こんな感じ。生地感はがっつりウールであったかい感じなんですけど、僕結構ね今までウールのアイテム、ウールのパンツってどこかなんかちょっと難しいイメージがあったんですけど、ちょうどセカストでウィンターセールもやってたし、これ装飾なんですけど、ポケット部分ラペルの装飾と、あとデザインがめちゃくちゃ気に入りましたね。このなんかポケットの部分が超かっこよくて、こんな感じでなんかすごいなんかディティール、めちゃくちゃかっこいいディテールだなと思って買いました。でこれも下北ディグの購入品紹介とかで紹介してるんで、もし気になった方はチェックしてみてください。ちょっとねストレートワイドの間ぐらい、中間ぐらいのシルエットサイズ感ですね。結構多分自分でウールのパンツを買ったのは割と多分初めてぐらいな気がします。今までウールのパンツチャレンジできてなかったのでこれを購入しました。はい、ということでラスト一つジャケットを紹介します。はい、ラストのジャケットがこちらです。ドイツのアーミージャケット、ドイツ軍の制服ですね。でこれも結構初めての試みというか、今まではブランドのアーミーボンバージャケットとか MA1 とかフライトジャケットとか、そういうのはガチのやつじゃなくて、ブランドのそう再解釈というか、ブランドが作ったアイテムは持ってたんですけど、ガチのヴィンテージというかブランドのものじゃなくてドイツ軍が作ったものなんですけど、大元はドイツ政府ですね。でこれもね下北のセカストで見つけて購入しました。ちょっと値段したんですけど、多分古着屋とかで買うよりかは安かったかなと思います。で買った理由がこんな感じの着丈短めタイトみたいなのがすごいなんか自分の中でちょっと飽きてきてて、でもなんかタイトでかっこいいシルエットというかサイズ感のものは欲しかったので、このジャケット見た時にうわこれめっちゃかっこいいと思って購入しました。こんな感じですね。どうですか？なんかこう内側にちょっとシェイプかかってて、で肩もしっかり出てるのでめちゃくちゃ綺麗な形してるジャケットかなと思います。でちょうどねこのキャップと合わせて撮った写真、確かドロップのパーティーにいた時にこのコーデで行ったので写真載せておきます。でこれもここで一番上まで締めて使うこともできるし、ここホックもついてるので、学ランみたいな感じでここ一番上まで引っ掛けて使うこともできます。どうでしょうか？めちゃくちゃかっちりしてシルエットもかっこいいし、あとこれもかなりウールの生地感なので割と1枚でもかなりあったかいというか、軍用の制服なのでめちゃめちゃしっかりその機能性というか保温性もしっかりしてますね。で割と脇にこう熱がたまらないように穴が開いてたりとか、形もすごい綺麗ですね。こんな感じで初アーミージャケット購入しました。めちゃくちゃかっこよくない？着た時にもうこれは買おうと思って買いました。ということでラストなんですけど、ちょっとチラチラこの辺に見えてるんですけど、はい、おっとこちらのやっぱなんか今月派手なアイテム多いなこちらです。これはバージニアっていうブランドではなくて、もともと靴の輸入とかをしてた、今でいうちょっと卸、セレクトショップというかシューズの多分セレクトショップ的な位置にあった輸入してた会社のオリジナルのアイテムらしいですね。表面が腹子のレオパードになってて超ド派手なのと、あと中がモコモコの素材なので
めちゃくちゃ冬あったかいですね。最近履いたんですけどすごいあったかくて、これもセカストディグで購入したんですけど、ソールが全然擦れてなかったので購入しました。ちょっと僕が履いてもう擦れちゃってるんだけど、少し最近めちゃめちゃ履いてたので、これねブーツなんだけど、このソールがスニーカーっぽい感じの素材になってるのですごい歩きやすくて、それも購入の決め手になりましたね。でプラス最近レオパード系のアイテム個人的に結構好きで、 H&M と 80s のコラボのナップサックのレオパードのアイテムはめちゃくちゃずっと愛用してるんですけど、あれ以外に最近自分で買ってなかったなと思って、でこれ見つけた時に最近で一番ぶっ刺さってそれで購入しました。だから下北のセカストリーグで一発目にこれ見つけたんですけど、でその後にこのアーミージャケットとか、あといろんなアイテム、他のアイテムを見つけて、一つ目にいいものを見つけれた日のディグはなんかすごい調子がいいっていうジンクスがあるので、もし気になった方は下北ディグもチェックしてみてください。スラックスと合わせるのもいいし、綺麗めなパンツとかちょっとさっきみたいなブーツカット CK のブーツカットとかと合わせて、足元ド派手に外すのも個人的にはめちゃめちゃ好きです。なので冬これちょっとたくさん履いてみようかなと思います。はい、ということでラスト、今月ちょっとガジェット多分2ヶ月連続になっちゃうんですけど、こちらですね。でれんキヤノンのパワーショット 740HS です。キヤノンのパワーショットシリーズの一番新しいモデルですね。でもこれでも2017年ぐらい、結構古いアイテムなんですけど、先月買ったこっちのルミックスの最近出たモデルのコンデジなんですけど、正直機能自体はそこまでほとんど遜色ないです。で僕のイメージだと、もともと僕はこっちのキヤノンのパワーショットの710か720を使ってたんですよ、去年まで。すごい良くて使ってたんだけど、自分で落としちゃって壊れちゃったので最近こっちを購入したんですけど、色味の特徴としてはこっちが少しパキッとした感じの色で、ちょっとコントラストがしっかり出るような感じの色で、こっちがちょっとキヤノンの色、柔らかい感じの、フラッシュとか焚いても少し柔らかい感じの色合いになるぐらいの違いですね。レンズのセンサーサイズとか、細かいなんかいろんな機能、望遠の倍率だったりとかはほとんど一緒ですね。こっちが USB-C、 最近出たので USB-C なんですけど、でこっちが USB、マイクロ USB って言ってちょっと昔の USB になります。で分厚さ自体は少しキヤノンのパワーショットの方が少ないかな。あとこっちはフラッシュがここについてるんで、ちょっとなんかこう撮るときに少し気を使って撮らないといけないですね。でもこっちはフラッシュが反対側にあって、なおかつポップで出るタイプになるので、全然そこら辺は気にしなくても大丈夫です。であと僕があんまり変わんないのに買った理由は、2つとも Wi-Fi で無線で転送できるんですけど、このキヤノンのパワーショットの方が無線の速度が異常に速くて、多分ね、体感本当に、こっちは少し画質を落として遅れるとかもあるんですけど、もう10倍ぐらい違いますね。だからこっちでデータ転送、無線のデータ転送をイベントに行った時とか友達と一緒に遊び行った時すぐに渡すっていうのがなんか10分20分ぐらいスマホを触れない状態になるので、それがめちゃめちゃムカついてて、で最近もう有線でこっちから SD カード抜いて移行してたんですけど、結局こっちも購入して最近はこっちでちょっと試してみてるんですけど、やっぱ転送速度がめちゃくちゃいいです。あとアプリとの連携もやっぱりキヤノンのパワーショットの方がすごい使いやすいかなと思いましたって感じで、ちょっと最後にガジェオタが出たんですけど、他のガジェットも購入してるんですけど、ファッションアイテムとしてギリギリ成立するコンデジかなと思ったので紹介しました。ということで今月2025年12月最後の購入品でしたね。今月は結構なんか割とポップなアイテムがすごい多かったですね。で次は2025年のベストバイを最終的にちょっと自分でめちゃめちゃ便利なのが、1月から12月まで全部自分で購入品紹介の動画作ってるんで、それを見返しながらこれとこれとこれ最近めちゃめちゃ使ってるなとか、これ良かったなっていうのを最後に自分で見返してみて、次の動画で2025年ベストバイ、トップ5ぐらいトップ10ぐらいにしようかなを紹介しようと思ってるので、もしここまで見てくれた方はぜひ次の動画も楽しみにしておいてください。ということでナスイでした。初めて見てくれた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。でコメントも全部返してるので、ぜひぜひコメントもしてくれると嬉しいです。ということで2025年ベストバイガジェット編もあんまり人気ないんで今年は作るか分かんないんですけど、ガジェットベストバイの希望がコメント5個以上あるか、1つにハートが5個以上
ついてたらやろうと思いますので、また次回の動画でお会いしましょうということで、バイバイみんな。あとみんなが12月に買ったアイテムとかも教えてくださいということで、また。